はい、それじゃあね、ヘッドの方を分解してみましょうか。で、カムシャフトの方は、これね、カムスプロケット側の方は、このニードルローラーのベアリングで軸受けになってますけども。はい、こちらがね、エキゾースのカムシャフトになります。破損したりね、傷んでるような箇所もなく、問題はなさそうですね。で、インレット同様に、このカムスプロケット側の軸受けは、こうニードルローラーのベアリングで、こう NTN ジャパンとなってますよね。やっぱりベアリングは日本製ですよね。で、これエキゾースの方はね、このオートデコンプがついておりまして、こちらも作動は問題なさそうです。で、このオートデコンプ、ね、このようにバネで、ね、押し付けられていて、エンジンが回転していないときは、このようにカムの、ね、山の一つに、このような突起が出ていまして、で、このカム山の高い方でバルブを押し下げて、バルブは開きますけれども、反対側の、ね、カム山の低いところでは、バルブはね、閉じた状態になっていますが、この突起が出ることによってね、バルブがちょっと開いた状態になって、指導時にね、圧縮をちょっと逃がして、デコンプね、圧抜きのね、役割をしています。で、セルモーターが回って、どんどんね、回転が上がっていくと、このウェイトが遠心力でね、開いていって、こう開くとね、カム山の突起はなくなりますんで、バルブの方はね、閉じて圧抜きが行われず、通常の圧縮となるようになっています。エンジン始動し始めの圧縮がね、ちょっと重たいのでね、こういうオートデコンプで最初の圧抜きをね、行ってスムースにクランキングできるようにしてあります。こちらもね、作動が悪くなるとね、クランキングしにくかったり、あと始動しなかったりいうこともありますんでね、他の機種だとね、オートデコンプが効きっぱなしになってエンジン始動しない車種もありますけれども、まあこちらは問題ないようですね。